さあ動画では立方体からキャラクターの頭を作る方法を解説します。あまり見たことのない方法ですが、初心者でも直感的に作れてトポロジーを学ぶことをできるんじゃないかなと思います。それでは最後までお付き合いいただければ幸いです。で、キャラクターの子を作っていきます。まずブレンダー立ち上げた時に出ている最初のチューブを選んで、タブで編集モードに入って点選択して細分化します。いいクリックから細分化。次に半分だけ座って、あとミラーモディファイヤーを使うので、口の半分消しましょう。頂点で消す。で、ミラーモディファイヤーを追加します。ミラーモディファイヤークリッピングとマジのところに10回入れるようにしてください。実際時計ピンがついてると、こうやって真ん中選んで、左右に動かそうとしても動かなくなるので、とても編集しやすいです。で、この状態で下の後ろの面と小首になります。インセットで面を差し込みます。今ここ、境界オプションっていうのはオフになっているので、真ん中のところまで境界が伸びてくっつきます。これオンにしちゃうと、こっちのミラー境界のところまでインセットで面が差し込まれてしまうんで、オフにしときます。で、ここが首になります。次、目の上の線を作ります。2を選んで、線モードにして、ここにループカットを入れます。で、この目の上の線になります。最近、かまいとしたか。鼻の線を入れましょうか。ここ目の上の線、ここ目の下の線、そして鼻の、鼻の頭の線がとこに入ります。これ鼻の頭の線です。で、鼻の横の線、こうですね。これが鼻になるんですけど、ここが鼻の領域ですね。で、この状態で、一つだけ、目を作りたいんだよね。そう。はい。この状態で3を選んで、面選択モードにします。で、手目を全部選んで、インセットで縮めていきます。で、この今でした、この領域は目になります。インセットかけます。これで目になりますね。で、ここにループカットを入れると、こういう風に、こういうループができるので、例えば顔の下半分の領域、ここは下絵の上の領域になるんですけど、これもループカットが入るので、このインセットを入れたことによってこのループができるということですね。これがとても便利です。で、次、鼻を作っていきます。この今入れてある、インセットで作った線、これが鼻の下になります。で、これを上にわかりやすく、移動しなくてもいいんですけど、わかりやすく上に移動しておいて、で、この鼻の頭の線を選んでコントロール B でベベルします。で、ベベルで広げてあげると上の線、下の線がここにくっつくので、これで全線タップして M で、取りでマージキやると、ここの4頂点が削除されてマージされるんですって。で、この状態でここにもう一回、ルフカット入れてあげると、これが鼻の頭の線になるってことでね。で、この状態でこの鼻の周り、目を選んであげて、インセットをすると、鼻の周りにもループカット入れられるような両視ができます。で、これで目と鼻ができたと。次、口を作っていきます。口はここに作るんですけど、この目からのループカットを、口の上と下に入れてあげたいので、そのためにここにループカットを2つ入れてあげて、この領域が口になります。ここが口の線。この4つの面が口の領域っていう感じで、これでインセットしてあげると、ループカット入れた時に、ここが口の上を通り、ここが唇の上を通り、ここが唇の下を通りっていう風な領域ができますね。そうすると、後でポリゴンを増やしたくなった時、すごく便利なので、こういう風にしておきます。で、わかりやすいようにこそ、色つけときましょう。シャープをマークで、別にシャープにするわけではないんですけど、これが口だなっていうのがわかりやすいんで、ここに今色をつけました。シャープでマークつけときました。で、口の周りにもループカットがここ入れられる。で、一本入れときましょう。で、ここのループ見てみると、で、鼻を通る第一、鼻の横通る第一っていう風にループカットが入れられる。で、目を通る。ループカット入れられるんで、目と口の両方を、ボリュームを増やしたい時にはここで入れると。で、他は、ボリュームを増やしたくないけど、口だけ増やしたいっていう時には、ここにループカットを入れれば、ポリゴンも増やせるんで。あと2人ですね。実は口の線じゃないから外しておきましょうね。サブクリア。はい、この水色のところは、後で切り先で開けて口になります。で、これでもうトポロディア法完成です。ここ目の領域。ここが鼻の領域。ここ口の領域ですね。で、最終的にポリゴンの密度が揃っていた方が、調整するときにすごくやりやすい。スムーズをかけたりするから、スカルプトモードでスムーズかけたりするときに、目の密度が揃うように作っておくと、非常に綺麗にスムージーのタク張ってくれるんで、目の密度を揃えるようにルフカと実施化していきます。目の横に、一本、線を入れます。で、目の下、方の線になるところにも一本入れときましょう。あと、下絵にももう一本ぐらい入れとく。で、顔の断面大体いい感じですね。最終的に、つむじもかけたら、綺麗に
密度は揃う感じになるんで、こんな場にしときます。顔の側面。で、顔の前面になるんで四角パイに入れます。で、その線、この辺のあたりは顎とか顔の前面の線になります。特にここの顔の前面の線。シームでマークつけとってますよ。この赤い線のところが顔の、前から見た時の輪郭線になります。なんで分かりやすいようにここに線入れときました。それから後頭部にもう一本ループカットを入れていきましょう。これでところにいう感じです。情報を量にしてみますね。時計情報。頂点が171頂点。辺が321辺。面が151個。顔の半分なんでこれ倍になりますけど。で、全部四角形なので、ループカットを入れたりサブディビジョンサーフェスをかけたりするときにすごく都合がいいっていうところになってます。で、これでところに完成で、次これにスムジングをかけ、に続けて面を整えていきます。はい。この状態で、元フォルが完成してるので、あとはスムーズにして顔の形を整えてあげるんですが、これで直接状態をいじってもいいんですけど、サイドモード使うのはすごい楽なので、スカルプトでやっていきます。スカルプトって言っても、ちょっとアスマでインしたり形整えたりするだけなんで、彫刻みたいなことはしません。面の編集、頂点の編集っていう風にスカルプトモードを利用するっていうやり方ですね。で、今、ミラーモディファイアついてますけど、スカルプトモードとミラーモディファイアちょっと相性が悪いんで、ミラーモード一旦適用で切ります。適用はコントロール A をしてあげれば、認定、オブジェクトモードに行ってコントロール A で、これで、ミラーモディファイアが適用されてます。で、スカルプトモードするときに分かりやすいように、設定、デフォルト封じのところあるワイヤーフレームを表示してありますね。それで、ワイヤーフレームバフすると分かりやすいです。で、スカルプトモードに。で、スカルプトモードで使うのは、一番使うのはまずこのスノイズツール。これ、強さ 0.7 だとちょっとこのポリゴン道だと違うすぎるんで0.1ぐらいにします。0.1。で、次、インフレートツールっていう盛り上げる。点を外側に盛り上げていくツールなんですけど、これも0.2ぐらいの強さに設定しておきます。こうやって最初に強さを設定してあげることだったらもう、あんまり気にせずにスタートしていけるので、最初にこうやって設定してあげます。次、クリスタルっていうのは、堀をつけたり、水を掘ったりするようなツールですね。これは0.2ワでいいと思います。あとよく使うのが、ドロップツールかな。グラブツールは頂点を移動するツールですね。バフにして。グラブツールも0.4でいいでしょう。で、使うのはほとんどこれだけ。あともし使うとしたら削り取りぐらいですね。こうやって穴を開けていくツールなんですけど、これも0.7ぐらいでいいかな。っていう感じ。もうほぼ使うのは、インフレートツールと、グラブツールと、クリスツール。で、インフレートツールは I で、クリスツールは シフト C で、グラブツールは G で切り替えることができます。で、全部のツール使ってるときに、シフトキーを押しながらそうやると、損失ツールに一時に切り替わってくれるので、そのツールはこうやってシフトをしながら使うっていうやり方になります。それから全てのツール共通ですけど、例えばインフレートツールでコントロールをしながらこう動かすと、わかりにくいですけど、ちょっとへこんでいくんですね。ツール本体の動きの逆の動きをするっていうのはコントロールキーないわ。コントロールって言った出して、ナイトモード。で、この状態でスカルトしていくんですが、わかりやすいように面セットを振っていきますよ。面セットっていうのは何かっていうと、ここに面セットを取ろうってあるんですけど、これやって例えば、ミラー2オフにしておきますよね。面セット、こう面をクリックしてあげると色はつけられない。これが面セット。この面セットを使って色分けするだけではなくて、これにマスクかけたりとかそういうことができるんですけど、私はもうただ色を分けるのに使っているだけですね。で、どうす面セット処置が、面セット処置させました。で、色分けでこうやって面セットとツールで塗ってもいいんですが、もう普通に編集ツールに入って、こうですね、選択しておいて、この状態で面セット、編集モードの選択から面セットを作成ってやってあげると、簡単に面セットが作れるので、これを使っていきます。ここにも面セット、鼻の周り、色がつきました。次、口の周り、ここかな。ここに面セットをつけてあげる。で、顔の側面、顎の線になるようなところ、たとかな。で、こういう面セット。で、これで色分けされてちょっとわかりやすくなりました。で、この状態で対応してインフレートツールにして、インフレートツールにしてシフトを押しながらスムーズしていくっていう、回りくらいことしてますけど、こうやって変形化してスムーズしていきますね。で、たまにこう、コントロールをしながら押し込んだりして、で、インフレートツールって丸くしたりして、じゃあまだこうやって丸くしていきます。で、目の位置とかを先にいじりますか。グラブツールにして、
相手目の位置を工夫して、If を押して、こう動かすことで、影響範囲を変えることができます。これでブラウザでちょっと小さくして、ここのどちらかとしたり、テキストを大きくしてまた動かす。こんな感じで、編集ツールのグラボでも似たようなことはできるんですが、スカルプトツールの何が優秀かっていうと、選択した面とか方線の、頂点の方線両方見てくれるので、こうやって例えば横から見ながらこう動かしたとしても、なんか自分が思ってたところに勝手に移動してくれる感じというか、これ編集ツールでやっちゃうと、画面の見てる方向によってすごく動きが変わるので、カメラ位置っていうのはすごく意識になっちゃいけないんですけど、このスカルプトモードのカーブツールを使うと、こうやって面の方線状態をちゃんと見てくれるので、こうやってなんか直感的に編集ができるっていうのはすごくいいですね。例えば横から見て、ここの顎の線をもうちょっと前に出してあげたいなと。こういうことを編集ツールでやってしまうとひどいことになるんですが、スカルプトツールだとこういう風になんか直感的に分かりやすくなるなっていうやつですね。そんなの頭はちょっと前に出してみましょうか。穴の頭を向こうしっぱて前に出す。口も前に出す。キャラクターの顔の特徴として、ちょっとまつらが伸びているような、鼻と口がこう前に出てるようなっていうのは、よくある形、可愛らしい方の形なので、そういう形にしていきます。顎線も前に出して、もうちょっときれいにしたいんだ。ちょっと後頭部が出すぎてるので、ここは編集で、クラボーサナで編集をでオンにして、クランプで、マイフォームに、ちょっとつぐしてあげます。ドンフレート2でこう、下もうちょっと上にやで、首の線で、首のところももうちょっと上にやっていただけます。カニかなで、スカルプとツールでスムーズにしてあげる。はい、編集ツールとスカルプタツールをうまく使い分けて、綺麗に形整えていきます。スカルプタツールのこのスムージンバスすっごい優秀で、さっき面の密度を揃えてあげたのはそのためなんですけど、こういう風にシフトしながらスムーズツールでこうグリグリグリってやってあげるだけで、こうすごく丸っぽい綺麗な形に揃えてくれるっていうんです。いいですね。で、ちょっとへこみすぎたなーっていうところは、インフレートツールそのまま使って、もう一回スムーズをかけたり、みたいな感じでこう、かけてあげたす。よく聞いて、でさ、顔の横のチームをもうちょっと食べらにしたい。ですと、持ってきましたね。マニグラブツールで、喧嘩しちゃうと、スムーズ使うと、どうしてもこう、鼻の筋の詰まったところと、この目の周りのバリゴンがあんまり詰まってないところで、詰まってない方に面が寄っちゃうので、その辺をマニグラブツールでこうやって修正してあげる。で、修正しつつ、こう、また、スムーズをかけてあげるみたいな感じで修正していきます。で、目の、くぼんでいるので、くぼみを削り取り、アルチフレン削りといったやつですね。これ使って押し込んであげます。鉛筆すぎません。ちょっと置いてべねくね。ラブツールを使ってみましょうか。で、ラブツールで、一方で強国にやるっていう手もあるんで、上使い分けの前に。目の下の線はちょっと雲に出してあげる。で、ラブツールの範囲を狭めることで、こうやって、頂点を一個一個言うことまでできるんで。そんな顔になっていくさ。ちょっと平均とかけたりしましょう。ちょっと整ってきましたね。鼻筋はなるべく細くしてあげた方が、シャンズシュッとして可愛らしくなるんで。で、鼻もうちょっと上に上げたいですね。こいついいですけど。こんな感じかな。で、整えてあげる。で、インドで特寸じいて、おでこはちょっともういいので言って、実はもうちょっと上がってもいいかな。で、サムでしょうか。
ここやだった。で、インフレとツイリとスムージングをこうにかける感じで、ニナはグラブ2面でちょっとバインタッチ。垂れ目にしたいですね。ぜ、ぜ、ぜ、ウェ、雲や雲のもうちょっと平らに。もうちょっと伸びやんでいって、で、金貨をかけ。もうやでて、金貨をかけ。で、この、ちょっと盛り上げて、いった。ビーズ。ザドツとインで、鼻の頭を。チェイ。で、チェイ。チュー。で、唇。口はもうちょっと上にあれたみたいですね。本体的にこう。ね。大事フィに上に上げて、エボプラ見たときに、ここが唇の線で、ここが口の開いちゃ部分になる違う。まあ、唇の線が、唇をプラ形になるよ。息したいね。で、そんなしえをかける。実際やるときはもうちょっと時間かけて、細かく調整していくんだけど、まあ、今回は大まかにこんな感じで、じゃないかな。キャラクター作るときのポイントとして、正面から見たときにホームベース型になるようにしてあげるのはまたいい。とで、この顔のスクリーンも平らに、で、その青の線を前ちょ、で、にちょ、つけ、ぐっと詰めてあげて、で、それちゃんで、で、そうなのじ、クイズ。に、竜よとさ、斜めにこう立ててあげることで、この下の線がまあ、すごいな。で、輪郭線、顔の輪郭線っていうのは正面から見た時のこの肩の線とこの線と、それからこう傾けていった時に肩の顎の線、ここは輪郭線なので、この字をうまく綺麗に傾けながらですね、こうやって何回も回して、この角度で綺麗になるように、顎の線をもうちょっとキッと締めてあげます。この辺は、イルティギャンレックスの、開発ストックさんだ、ビデオとか、スライドとかの学習素材出してくださってるんですけど、次がすごく参考になりますよ。顎の線をこうやって前に進めてあげることで、こう輪郭線をすごく綺麗に見せることができる。私ね。ないな、線も、もうずっと泣いて。まあ、ただこの理由は髪の毛で隠れる部分なんで、あんまり調整した方が意味ないです。あばりですね。どうせ首が冴える部分なんで、あんまり調整するしょうがないでさ。はい、こんな感じで。こんな感じですね。あとはもう、編集ツール使ったり、スタイフとでもうちょっと綺麗にスムーズかけたりたいみたいなのを繰り返して、可愛くしてあげてください。で、こんな感じです。はい。顔のトポロジーとついて、ちょっと補足してみたいと思います。さっき作ったのはクオンのこれなんですけど、クリーム口開いてますけど、ここですね。まあ、ここを埋めればさっきのトポロジーなんですが、このトポロジー以外にもいろいろトポロジーっていうのあって、特に顔なんていうのは、用途によっていろいろなトポロジーが考えられていて、本当に、サイファリーワンでもロッコリーワンでもそれぞれトポロジー変えますし、どういう風な表情させたいか、どんな風なキャラクターにしたいかによってトポロジーっていうのはいろいろ変わってくるんですけども、じゃあどうやってそのトポロジーを選ぶかとか、そのトポロジーをどういう風に実現していけばいいのかとかいうのをちょっと解説してみたいと思います。例えば、ウェイトがすごく単純なトポロジーですね。そうでもない。この辺が単純かな、それが単純かな。ウェイトが単純なトポロジーで、これは目ですね。目があって、鼻があって、目のところにレプカテレアともとこういう風にルプカットが入る。目の前にトーランドプカットが入る。で、鼻にはこう入れられる。で、口の周りが、唇の周りのルプカットが入れられて、口のルプカット縦横にこう入れられるっていうすごくシンプルなボンド。で、これを例えば作りたいなと思った時にどうするかっていうと、これ最初はキューブですね。首のストコラも作ってあります。ほとんどほぼ共通なんでこういう風。で、お顔の上半分、下半分ですが、下半分のところ一作りたいんで、フォトインセットで入れてあり、ただ口の線作って、
네, 특히 일단 또そのまま入れてのだ。で、とこうやって何本かループカット入れて、で、目の縁の線と口はどういう風な関係で作るかっていうのがポイントになってきて、例えば、ここに例えば目を作るとしますね。この2つが目だとします。ここでもし目を作ったとして、このループカット入れた時に、縁までループカットが届いてほしいか横を通ってほしいかっていうので、口の線の選び、面の選び方を問います。で、ここの2つを口にしたとすると、こう Z で、ここを口にしたとすると、こういう風にループカット、目の周りにループカット入れてお口に全く絡まない。で、口のループカット増やすとピアコンションに入れるっていう形になりますね。私の場合だと多分ここにこういう風に入れて、ここに鼻の手を息作って、例えば、この次、鼻にしてあげると、びっくりでマジで4頂点ですね。で、これが例えば鼻になる。で、するとここにループカットができた。これも、僕は鼻のサイズ型っていうビデオは別に作ったのでそれを参照してください。で、こういう風にここに鼻場でして、鼻のループカットがでして、鼻のてっぺんのところから口のところを通るようにっていう線ができました。で、こういうとフォルンジーだと、すごく単純な形なので、作りやすくはあるんですが、で、詳細、口の鳥を生やしたいとか、それから目の周りの詳細を増やしたいとかしたときに、キュクンドルフカットを入れてたら、後ろまで届いちゃう。そうするとこの辺、あんまり使いもせないのに、面の密度がすごく詰まっちゃってもったいないなっていう、レートがでかいんですね。なので、あんまりこういうところじは良いとはされない。ただ、目のループと口のループが干渉しないので、そういう意味では作りやすいです。これでも用途としては、これ戻してあげて、なんでここに口作りましたけど、じゃあここを口にしたやとすると、どうなるかというと、目のこの線にループカットを入れると、口も、ポリゴンのフェっていう、目と口を同時にループカット取り合わせるっていう意味で、ちょっと使い勝手は余るっていう作りですね。これの場合はまた鼻入れるとしたら、ここかなとか、作りなくてもこれをそのまま鼻にしちゃうとか、この場合は目の縁の線が鼻の内、口の線と重なってるっていう作り方ですね。っていう風にいろいろところに考えうるので、どこの目の線がループ入ってほしいのか、目がこういう風に入ってほしいのか、さっき作ったように顎の線とか、特にこのパターンだと、顔の側面の線、ここにループカット入れると、顎の線ですね。顎の線のところに目の横から流れができるっていう作り方なので、すごく使い勝手がいいですね。このパターンでも、顔側面、ここ顔の側面なんで、ここにこういう風にループカット入れて、目の横の詳細を増やすとか、そういうことはよくあります。他の作り方パターンとしては、そうですね、口をどこに、目の横の線をどこに持っていくかと、これなんかは、最初のつもりとちょっと近いんですが、最初に顔の前面に A セットで目を差し込んであげることによって、かつこうやって見ると、ここが全部前面、立方体の前面に見えますけど、ここですね、この類似。ここは立方体の前面に見えてますけど、実はトポロジー的に見ると、インセットをかけるっていうのはエクストレのかけるのと同じ意味なので、ここが立方体の前面なので、G で前動かしてスケールかけてあげるとちょっとわかりやすくなりますけど、ここ立方体ですよね。立方体というか直方体ですよね。ここ角の点で、ここはもうただの側面のループですよね。この線。もうさ、これただの側面のループですよね。で、ここ立方体、直方体の角ですよね。っていう風に見えてきません。で、こういう風に作ってあると、もう側面ですから、ここにルーチカット入れると、直方体の側面にそのまま立方体、ループカットが入るっていうだけの作りやすさ。そうすると、カカオになるんで、ここループカットが綺麗に通ってくれっていう作りですね。で、これをリンセット使わずに、形戻りましょうか。全部追加信号消す。追加消す。です。で、もう
部長です。場に教えてもらう。なこエリカ、ここ口の領域でこの辺に目を作りたいって、その目を例えば丸深とこ入れてそこを目にしてもいいんです。それがさっきのインセットを使うやり方と同じで、ここに目が入る。で次とボール深って入れると顎の下まで綺麗に線が入るっていう作りですね。でこういう風に側面に伸びるように目を作ってもいいんですけど、周りに来るじゃね、正面から置いてこんだけしか見えないし。これに至ってはここが人面なんですよ本当は。で全部側面なんですよ。受光体のこういう風にで使って入れますね。ということはN ポールってやつなんですけど、受光体のカードですね。ここはこそキキキはもうちょっと分かりやすいリペを示します。ね、配列これさっき作ったトポロジーですね。これとこれとこれが実は全部同じトポロジーです。さっき説明したように顔のよりカリとモーズで、ここは緑なところが顔の前面というか受光体の前面、ここが受光体の前面でゴム類で顔の前面、ここ受光体の側面、ここも側面っていうトポロジーなんですが、これアニメーションさせてみますね。こんな風にこれと目、手と隣の受光体同じですね。同じですよね。歌アニメーションして、これと隣の顔これも同じ目が変形して、っていう風に本当はここが側面なんです。魚みたいに側面に目があって下に口があって前に鼻だけあるっていう、実はそういうところになったんですね。でも編集しにくいんで、メッシュシャンセイヨンよ、こういう風にインサットを入れて正面から見た時に顔が分かりやすいようにして練習してるっていうことです。先ほどのやり方ではスカイプモードを使って条件とか形を整える工夫を紹介しましたけど、編集ツールってどうするかっていう中、それから編集ツールで使える優秀な便利な動画がありますので、それをご紹介したいと思います。ハスピアノイクスのプリファレンスアドオンからアンドを開いて、ここでまだルークツールズっていう有名なもう必須アドオンって言ってもらいますけど、名は標準アドオンなんですけど最初からはインストールされてないので、ここでルンプで検索するとループツールっていうのが出てきます。でチェックを入れてあげるだけで使えるようになります。これがループツールズどういうものかっていうと、例えばこうやってこの現状で選びました。この状態で右クリックするとループツールズっていうのが出てくるんですけど、もうここねリラックスしてるのを選ぶ。リラ回数25とかするとすぐなりますけど、ちょっとわかりやすいコインないかな。クティにリラックスしてあげると今頂点が綺麗に並びましたよね。コイン数にね数学的に綺麗にしてくれるのはリラックスツールです。私はこれを金入りツールに入れて中で使えるようにしてるんですけど、ループツールズのところでリラックスのところで右クリックしてお気に入りツール今入ってますけど、お気に入りツールに追加ってやるとキーを押した時に画面に ID リラックスツールが追加されます。25回なんていうかすごいこと。何すいリラックス5でシフト R を押すと終わったんで、スクリーンキャストキーズを入れときましょう。これ自分の操作を右の方にこれですね表示してくれるやつです。キーを押してリラックスでシフト R ってやると前回の操作を繰り返してくれるんで、好きなだけになってすごく出てくれる。あと顎の線とかもこうやんでおいてリラックスでこう綺麗に直線になってくれるっていうとっても使い勝手ないツールです。これのおかしい使い方についてはキムルさんっていう方がとてもいい動画出してくださっているので、それも参考してください。参考にしてください。特に髪の毛の作り方とかにすごく通しません？あと本当に普段何かしら調整しててちょっと頂点崩れちゃったなみたいな時も気軽に使うのがリラックスツールです。ブレンダーの必須機能といって
私は思いますね。事故に不明しておいて、影響を受けてない、受けて欲しくない頂点隠しておいて、1、2、押してリラックス、リラックス、リラックス。でやっていくと、すごく綺麗に整ってくれる。これがリラックスするです。で、こうやって、リラックス運動が剥げてると、左右目対象が崩れることがあるんだぜ。こことこことか崩れてますよね。で、今、こうやって動かしても全然動いてくれない。ミラーオプションついてても動いてくれない。みたいな状態になっちゃうことがよくあるんですが、このミラー状態の崩れっていうのを直してくれるアドオンがあります。またプリファレンスのアドオンの本家、シンメトリー、ディストアシンメトリーっていうアドオンがあるんですけど、これ以前に、なんていう方だったかな。セレッチャー、ダフロイヤー氏かな。イープラ・フロイヤーさんっていう方が昔発していらしたんですけど、新しいブレンダーで使えなくなっていたのを、中島さんっていう方が、中島和孝さんって方が、使えるようにしてくださったやつがギター部に上がってるんで、そちらを、概要欄の方に解説、スリンティンチュさんが、すごくいい解説ページ作って頑張っているので、そこのリンクを貼っておくので、GitHub でページでダウンロードしてインストールしてください。で、このリスターシンメトリっていう入れとくと、こういう対象状態崩れた時に、メッシュ、ミラーのリスターシンメトリっていうのを選ぶと、それだけでこうやって対象状態を復活させてくれる。すごく便利なんで、入れておくといいです。もちろん、ミラーモディファイヤーを使って、こうやってもう片方切っちゃって、ミラーモディファインでやって、やるっていうのはもちろんいいんですけど、スカリプトモードを使うと、先ほども言いましたけど、スカリプトモードとミラーモディファイヤーっていうのはすごく相性悪くて、こうやってスタルトモード入りますよね。例えばこう、フォン、スムーズかけて、スムーズみたいにやっても、真ん中のとこだけなんか、スムーズのかかり方が変です。なんか止まっちゃう。っていう風に、対象面の上にある頂点がうまく働いてくれない、スムーダー語ったりしてくれないので、すごくスカントモードとミラーモディファイヤーっていう相性が悪いんで、できれば、ミラーモディファイヤーが適用した状態で、スカントモードは使いたい。こうやってスカルプトモードと、それから編集モードでこうやって、このセンチもちょっときれいにしたいなっていうリラックス使ったりすると、対称性が崩れてしまう。今大丈夫でしたね。対称性が崩れてしまったりするんで、そういう時にメッシュのリスターシンメトリーっていうのを使うとすごく便利です。他、編集モードでよく使うような機能としては、やっぱりプロポーショナル編集ですね。こうで切り替えができるんですけど、シフトを押すと、いろいろどういう風にスムージングかけるかっていうのを選ぶことができて、よく使うのがセムン流とシャープですね。シャープだと例えば、そうやって頂点選んで、G を押して動かすときに、あまりとイントを与えずに頂点だけ動かしつつ滑らかにっていう編集ができるので、どういったところを動かしたいときにシャープを使う。演出だの。頂点を動かしたいときには、その映像を使う。で、なんで、プロポーショナル編集を使うんだってことなんですけど、こうやって、プロポーショナル編集オフで、グラブツールで動かすと、頂点だけ動くんですけど、そうすると、先ほど言いましたけど、視点の位置によって割と持ち方っていうのが変わるんですね。視点に対して、もう、実直に素直に上下左右動くんで、例えばここで、ちょっと、ここまっすぐやからもうちょっと膨らましたいな、みたいに動かしたとしても、他の視点から見ると、なんかちょっと違うなっていうことはよくあるんですね。で、それを、プロポーショナル編集オンにして、前の頂点も一緒に動かすことによって、周りの頂点も一緒に動いてくれるね。方線が崩れにくい。みんなで渡れば怖くない敵と役に、乗せを組む際に、うまくみんな一緒に動いてくれるな。というので、種目プロポーショナル編集、重宝しますね。今月いい後半に10歩ずつ買い登る。コツとしては、もう中動かすね。ちょっとずつ。もう動かして、ちょっと動かしてこっちで運気どうかなみたい。っていう風に、ちょっとずつ動かすっていうのが、この、編集モードで調整するときのコツですね。中動かしちゃうとどうしてもさっき言ったように、なんて言うんでしょうね。自分ではこっちに動かしたつもりが奥に動いてたりとか、そういうことを起こりにくいので、できればちょっとずつ修正するっていうのがいいと思う。で、もう一つよく使うツールが、ハルトです。
っていう。これ何かって収集本上って出てますけど、頂点の方線の方向に動かす。で、例えば横から見て、その頂点ちょっとへこんでるなっていう時にアルバイスをして、こう、ちょっと膨らませてあげる。で、方線方向に動いてくれるので、さっき言ったような視点で向きがおかしくなるっていうことがなくて、狙った方向にちゃんと動いてくれるっていう。これの割と必修なテクニックで、おー、ちょっと出っ張ってるなっていう時が、出っ張ってるなっていう。で、横から見ながらとか、こういう出っ張ってるところを探しながら、あるいはへこんでるところを探しながらこうやって、修正ができるっていうのがすごくいいとこですね。で、もう一個よく使うツールが、G を押してもう一回 G を押し、そうすると辺に沿って動いてくれるので、これのところでどこにやないな。音声を崩しにくい。未然なところに動きにくい。例えばこうやって、今ここの頂点をもうちょっと目にやりたいって思った時に、G をしてそのまま目に動かしてもいいんですけど、GG で辺に沿って上に動かしてあげれば、辺に崩れることはないんですね。いや、もうちょっと前に出して、ここを向けたいした、RQSD ちょっと前出して、するとなんか形がちょっと崩れちゃった。バナはっていいので、こうやって GG でちょっと下に動かしてみたいな、こういうのをちょっとずつやる。いうのが、編集モードでの、感の調整の定番のやり方ですね。で、ちょっとずつ動かすのはこっちです。で、よーく動かして、いろんな角度から見ながら、ちょっとずつ調整していく。っていうのはコツですね。アルプトモードで編集してる場合でもどうしても最終的にはこうやって頂点の調整になるので、運営作業はもう何時間も同じでもこうやってやり続けるっていう形になります。で、こうやって動かして大股に形こんな感じでいいかなってなったらまたこう、で、イランクスツールかけたりとか、イランクスしすぎだったのなっていうところをまたこうやって選んで、あるとしてフロー挟んでたりとか。株の繊維、顔の後ろの繊維によってちょっと巻いてあげたいですね。はい、っていうようなやり方をします。これが編集モードでの挑戦の仕方です。いろいろご紹介しましたけど、結局自分のやりやすいやり方を見つけるっていうのが一番ですので、やり方はあるんだなっていう。特にスタフトモードとかは、使わない方はすごく使わないないツールだと思うんですけど、すごく優秀なんで、使ってあげるとすごい時間になりますから。で、スカットモードのいいところは、2カメラの調整ができる。直感的に、こうやって、その角度で見た時の、この設置はもうちょっと盛り上げたいな、みたいなのを直感的に提唱できるっていうのはすごく優秀なので、スカレットモードもうまく使いつつ、可愛いキャラクターも作ってあげてください。